理解説。昭和のテレビを熱狂させた天才脚本家。ど根性ドラマの神様花と小箱。伝説の傑作ベスト10。皆さん、こんにちは。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。なあレ夢ム、昭和のテレビには、日本中を熱狂させた、ど根性ドラマの神様って呼ばれた脚本家がいたんだ。知ってるか？ど根性ドラマの神様？すごい呼び名ね。どんなお話を書いていた人なの？その名は花と小箱。主人公が逆境から歯を食いしばって立ち上がる、ど根性物語で、当時の人々が熱狂するような驚異的な高視聴率を連発したんだ。その姿が、高度経済成長期を生きる日本人の心に火をつけ、まさに社会現象にまでなったんだぜ。どん底からの大逆転劇って、見てると勇気をもらえるものね。当時の人たちが夢中になった気持ちがわかる気がするわ。だろ？そこで今回は、現代のドラマにも多大な影響を与えた、ど根性ドラマの神様花と小箱が手掛けた伝説の傑作たちを、ベスト10形式で一気に紹介していくぜ。昭和の熱気を存分に味わってくれよな。第10位。おからの花。1974年。さて、いよいよランキングの発表だぜ。栄えある第10位は、1974年放送開始。おからの花だ。おからの花？なんだか変わったタイトルね。おからって、お豆腐を作るときに出る、食べ物のお話なのかしら？いいところに目をつけたな、レ夢ム。まさにその通りで、このドラマの舞台は豆腐屋なんだ。そして、主人公が自分自身のことをおからみたいな存在だと思いながらも、いつか綺麗な花になろうと必死に努力する、花と先生の真骨頂とも言える根性物語なんだぜ。自分をおからだなんて、なんだか切ないわね。主人公はどんな人だったの？主人公の宇川大佐丼を演じたのは、名女優中村玉緒さんだ。高知から家出同然で大阪に出てきて、いろんな方向を経験した末に、豆腐屋の仕事に人生を捧げることになるんだ。ひたむきに努力を続けるその姿が、当時の視聴者の涙を誘ったんだぜ。なるほど。でも、一人で大きな商売を成功させるなんて、すごく大変だったんじゃない？もちろん一人じゃないぜ。宇佐をずっと一途に思い続ける幼馴染の陣太っていう存在がいたんだ。この陣太を演じたのが左とん平さんでな。宇佐の後を追って大阪に出てきて、彼女の夢を支える最高のパートナーになるんだ。この二人の人情味あふれる関係性も、物語の大きな魅力だったんだぜ。まさに、何もないところからでも、根性と人情さえあれば道は開けるってことを力強く描いた。これぞ花とドラマ、って感じの傑作なんだ。第9位。ぬかるみの女。1980年。続いて第9位の発表だぜ。1980年から放送された、その名も強烈な、ぬかるみの女だ。ぬかるみの女。タイトルからして、なんだかすごそうね。これまでの作品とは雰囲気が違う感じがするわ。その通りだぜ。この作品は、これまでの何は人情ものとは一線を画す、女同士の嫉妬や憎しみが渦巻く、壮絶な戦いを描いた物語なんだ。タイトルのぬかるみってのは、一度足を踏み入れたら抜け出せない水商売の世界と、そこに生きるしかなかった女性たちの過酷な境遇を象徴してるんだぜ。なるほど。舞台はどこだったの？舞台は大阪南にあった巨大キャバレー、メトロ。しかもこの物語、実はモデルになった女性がいるんだ。大阪で有名クラブ純を経営していた塚本純子さんっていう、実在の人物の反省が元になってるんだぜ。実話がベースなの？それはドラマの重みが違うわね。主人公はどんな人だったの？主人公の文子を演じたのは星百合子さんだ。彼女は夫のひどい仕打ちが原因で、3人の子供を連れて博多から大阪へ逃げてくるんだ。でも、何の職もない女性が子供3人を育てるなんて並大抵のことじゃない。そこで彼女は、生きるためにキャバレーのダンサーになることを決意するんだ。3人の子供を抱えながら夜の世界で働くなんて、想像を絶するわ。きっと壮絶ないじめとかもあったんでしょう？ああ、もちろんだ。店のナンバーワンダンサー明美からの陰湿ないじめは本当に凄まじかったぜ。
でも、文子はただやられるだけじゃない。逆に手書きの令状を出したり、お得意様の会社の情報を丸暗記したり、他の誰もやらないような努力と才覚で、どんどん客の心を掴んでいくんだ。まさにど根性で自らの道を切り開いていく姿は、多くの視聴者の胸を熱くしたんだぜ。第8位、アパッチ野球軍、1971年。さあ、どんどん行くぜ。第8位は、花と作品の中でもひときわ異彩を放つ、1971年のテレビアニメ、アパッチ野球軍だ。アニメ、花と先生って、ドラマだけじゃなくてアニメの原作も手掛けていたの？知らなかったわ。でも、野球アニメなんて、他にもたくさん名作があるじゃない。レイム。これをタノスポネアニメと一緒にしてはいけないぜ。何せこのアニメは、物語の舞台設定からして常識外れなんだ。普通の学校のグラウンドじゃない。電気も水道もろくにない。近隣の村からアパッチ村って呼ばれて蔑まれている。まるで無法地帯のような過疎の村が舞台なんだぜ。無法地帯。そんなところで野球なんてできるの？選手はどんな子たちなの？もちろん、一筋縄で行くような奴らじゃない。社会からはみ出した不良少年少女たちだ。そんな彼らの前に現れるのが、主人公の堂島剛コーチ。彼も、かつては甲子園を制した天才投手だったんだが、ある事件がきっかけで自らその選手生命を絶ったっていう、壮絶な過去を背負っているんだ。コーチも生徒たちも、それぞれに重いものを抱えているのね。そういうことだ。だからこの作品は、ただの野球のサクセスストーリーじゃないんだぜ。閉鎖的な村の中での大人たちの対立とか、野球を通して社会のルールを知らない少年少女たちがどう人間的に成長していくかっていう、社会派ドラマの側面がものすごく濃いんだ。まさに逆境の中で生きる意味を問う、花と先生ならではのど根性のテーマが、アニメという形で表現された、まさに伝説的な作品なんだぜ。第7位、009大暴れトンマテング、1965年。続いて第7位。これは前作の大ヒットを受けて、さらにパワーアップした続編だぜ。1965年放送、009大暴れトンマテングだ。009？なんだかスパイ映画みたいなタイトルね。でも、トンマテングってことは、時代劇なんでしょ？不思議な組み合わせだわ。まさにその通り。このタイトルは、当時大ブームだったスパイ映画007シリーズのパロディなんだ。しかもそれだけじゃない。009っていうのは、この番組のスポンサーだった会社の製品、オロナイン軟膏なんかの語呂合わせでもあったんだぜ。そういう遊び心が、当時のテレビの面白さだよな。そんな裏話があったのね。それで、前作からパワーアップしたっていうのは、具体的にどういうところなの？主演はもちろん、前作で国民的スターになった大村崑さんなんだが、まず登場シーンからして度肝を抜くんだ。前作では木馬に乗って現れたんだけど、この続編ではなんと、本物の小僧に乗って登場したんだぜ。小僧、時代劇なのに、スケールが大きすぎるわ。だろ？脚本の原案はもちろん花と先生が手掛けていて、彼が作り上げた世界観はそのままに、こういう奇想天外なアイデアをどんどん取り入れていったんだ。まさに、もともと面白かった髪型コメディが、時代の勢いに乗ってさらにとんでもないことになった。っていう感じの傑作なんだぜ。第6位、ボテジャコ物語、1971年。さあ、ランキングもいよいよ中盤だ。第6位は、1971年放送、ボテジャコ物語だぜ。ボテジャコ物語。ボテジャコって、確かお魚の名前よね。なんだか土の匂いがするような、力強いタイトルだわ。その通りなんだが、このタイトルには、ただの魚の名前以上の、深い意味が込められているんだ。これは、主人公の亡きお母さんが残した、目の前の餌にすぐ飛びつくような、浅はかで貪欲な人間になっちゃいけないよっていう、人生の教訓そのものなんだぜ。花と先生らしい、視聴者の心に深く突き刺さるタイトルだな。そんな意味があったのね。なんだか心に刺さる言葉だわ。主人公はどんな人だったの？主人公のユキコを演じたのは、三田佳子さんだ。
彼女がママ母のひどい仕打ちから逃げ出し、まさに人生のどん底にいた時に運命的な出会いを果たすのが、上方喜劇の女王宮古町長さんが演じる、千代っていう謎の老婆なんだ。宮古町長さんの存在感と演技力は、当時の視聴者に絶大なインパクトを与えたんだぜ。三田佳子さんが主演で、宮古町長さんが、なんだかすごい組み合わせね。その千代さんが、ユキコを助けるのかしら？助ける、というよりは鍛え上げる、だな。千代は独特のやり方で、ユキコに商売のいろはから、金儲けの哲学まで、生き抜くための全てを叩き込むんだ。そしてその教えを胸に、ユキコは東京でおにぎりの行商を始め、次々と立ちはだかる困難を乗り越えて、ついには大きな成功をつかむんだぜ。おにぎりの行商から会社を、まさに裸一貫からの大楽天劇ね。そうだろ？亡き母の教えと、人生の死との出会いを胸に、自分の知恵と根性だけで道を切り開いていく。これぞまさに花と作品の真骨頂と言える、涙と人情が詰まった傑作なんだぜ。第5位、やりくりアパート、1958年。さあ、いよいよランキングもトップ5に突入だぜ。第5位は、テレビというものがまだ宝物だった時代、1958年に始まった伝説の番組、やりくりアパートだ。やりくりアパート、なんだか聞いたことがあるような。でも、アパートを舞台にしたコメディって、今では珍しくないけど、何がそんなに伝説的だったの？いい質問だぜ、レイム。この番組がすごかったのは、まず、今の時代じゃ考えられない、完全な生放送だったってことだ。VTR なんてものがまだ超高価だった時代だからな。セリフを間違えようが、途中で放送時間がなくなろうが、全部そのまま流れちまうんだ。全部が生放送。じゃあ、もしセリフを忘れちゃったらどうするの？アドリブでなんとかするしかないってこと？まさにその通り。しかもこの番組、脚本家の花と先生が台本とは別に、その場で役者に口頭で演技を指示する、口立てで作られていたんだ。放送中に AD が指をぐるぐる回して、急げ、って合図したり、両手を広げて、時間を伸ばせ、って指示したり、現場は毎回がお祭り騒ぎだったらしいぜ。今では考えられないような、テレビの黎明期ならではの制作方法だな。すごい。ドラマを作ってるっていうより、本当にライブイベントみたいね。役者さんたちも大変だったでしょうね。だが、そのライブ感こそが、この番組を伝説にしたんだ。そして、この作品こそが花と小箱の脚本家デビュー作にして、大村崑さんをはじめ、多くの上方コメディアンをスターダムに押し上げた出世作になったんだぜ。番組の最後に大村崑さんが生コマーシャルで叫ぶミゼットってセリフも、社会現象になったんだ。なるほど。ハプニングさえも笑いに変えちゃう、テレビの原点の熱気が詰まっていたのね。そういうことだ。計算され尽くした今の番組にはない、何が起こるかわからないドキドキ感と、それを乗りこなす演者たちのパワー。それこそが、やりくりアパートを不滅の金字塔にしたんだぜ。第4位、アカンタレ、1976年。さあ、いよいよ上位に食い込んでいくぜ。第4位は、これぞ花とど根性ドラマの真骨頂。1976年放送、アカンタレだ。アカンタレって、関西弁で育児なしとか役立たず、そういう意味よね。主人公がそんな風に呼ばれちゃうなんて、なんだかかわいそうな話ね。その通りだぜ。この不名誉なあだ名そのものがタイトルになってるのが、このドラマの凄まじさなんだ。何せ主人公の秀太郎は、父親である老舗呉服問屋の主人と、その妾の間に生まれたって賭けの子なんだ。自分の家なのに、そんな辛い立場だったの。ああ、父親の死後、彼は秀松って名前で、自分の家であるはずの店に一番下のデッチとして奉公に出されるんだ。そこで待っているのは、本妻やその子供たちからの想像を絶するいじめだ。だからアカンタレって呼ばれて蔑まれるんだぜ。当時の商家におけるデッチ暴行の過酷さと、本妻と妾の子という複雑な人間関係が、生々しく描かれていたんだ。うわぁ。聞いているだけで胸が痛くなるわ。でも、きっとただいじめられるだけじゃないんでしょ？もちろんだ。
この役で大ブレイクした志垣太郎さん演じる秀太郎は、ただ耐えるだけじゃない。父から受け継いだ商才を発揮して、なんと男性用の下着捨ててこを開発するんだ。捨ててこ、呉服屋さんからその発想はすごいわ。それがヒットしたのね。大ヒットして、倒産寸前だった店を見事に立て直し、世間から捨ててこ大賞って呼ばれるまでになるんだぜ。その人気は凄まじくて、放送が延長された上に、続アカンタレまで制作されたんだ。まさに逆境を根性でひっくり返す、花とドラマの金字塔なのさ。第3位、番頭ハントデッチドン、1959年。さあ、いよいよベスト3の発表だぜ。第3位は、やりくりアパートと並び立つ、上方コメディ不滅の金字塔。1959年放送開始、番頭ハントデッチドンだ。出たわね。やりくりアパートが生放送のドタバタ劇だったけど、こっちはどんな番組だったの？こっちはな、劇場にお客さんを入れて収録する公開収録形式のコメディだったんだ。だから、テレビの前の視聴者だけじゃなく、会場の生の笑い声も一緒に放送されるっていう、まさにライブ感満載の番組だったんだぜ。じゃあ役者さんたちは、舞台とテレビのカメラ、両方を意識しなくちゃいけなかったのね。すごいわね。その通りだ。そしてこの番組には、今じゃ考えられないような伝説があるんだ。実は当初、デッチたちをいびる小番頭役には笹十郎さんがキャスティングされてたんだが、悪役はやりたくないって降板しちまったんだ。その代役として急遽抜擢されたのが、当時まだ若手だった芦屋雁之助さんだったんだぜ。代役で、それがどうなったの？そのいけずな番頭役が、まさかの大当たり。芦屋雁之助さんはこの役で一気に大ブレイクを果たしたんだ。まさに、人生何が起こるかわからないよな。本当ね。ピンチが最大のチャンスになったんだ。そういうことだ。そして、デッチの根末を演じた大村崑さんの人気も爆発して、日本コンマッちゃんって書いただけでファンレターが届いたってくらいだったんだぜ。大阪での最高視聴率は、なんと 82% だったなんていう伝説まであるくらいだ。まさに昭和のテレビ史が生んだ、奇跡のお化け番組なのさ。第2位、細腕繁盛期、1970年。さあ、残るはあと2つ。栄光の第2位は、昭和のテレビ史にその名を刻む不朽の名作、1970年放送、細腕繁盛期だ。細腕繁盛期。このタイトルはさすがに私も知ってるわ。わては負けしまへんっていう、あの有名なセリフのドラマよね。その通りだぜ。このドラマがなぜ伝説になったか、その理由はまさにそこにあるんだ。日本中のお茶の間を釘付けにした、壮絶な嫁いびりと、それに決して屈しない主人公のど根性を、これでもかというほど描き切ったからなんだ。嫁いびり、言葉で聞くだけでも辛いけど、ドラマではどれくらいすごかったの？とにかく強烈だったぜ。特に、藤間奈美さんが演じた義理の妹政子のいびりっぷりは、もはや社会現象だった。犬にやる飯はあってもおにゃーにやる飯はにゃーだで。なんていう衝撃的なセリフは、日本中に衝撃を与えたんだ。ひどすぎる。そんなこと言われたら、私なら心が折れちゃうわ。だが、主人公の佳代は違う。新玉道代さんが演じる彼女は、涙を流しながらも、必ずこう言い返すんだ。わては負けしまへん、ってな。この魂の叫びが、多くの視聴者の心を掴んで、国民的な流行語になったんだぜ。ただ耐えるだけじゃなくて、絶対に負けないって誓うのね。かっこいいわ。しかもだ、佳代には誰にも言えない、もっと深い苦悩があったんだ。夫の正吾は、戦争の後遺症で男としての務めを果たせない体だったんだ。その秘密をたった一人で抱えながら、女将として旅館を守り、夫を支え続けたんだぜ。そんなに重い十字架を背負っていたなんて。ああ、原作は銭の花っていう新聞小説なんだが、まさに汗と涙で咲かせた銭の花の物語だ。銭の花の色は清らかに白い。っていう有名なナレーションで始まるこのドラマは、人間の強さと弱さ、そして何があっても負けない心の尊さを描き切った、まさに不滅の傑作なんだぜ。第1位、ドテライアツ、
1973年。お待たせしたな。数々の名作を抑えて、昭和のテレビ史に燦然と輝く第一位に君臨するのは、これを置いて他にない。1973年放送開始、花と小箱ドラマの最高傑作、どてらいやつだ。ついに来たわね、第1位。どてらいやつ。タイトルからして、ものすごいパワーを感じるわ。どてらいって、どういう意味なの？どてらいってのは、ものすごいとんでもないっていう意味の方言だ。まさにその名の通り、このドラマの主人公山下毛三、通称毛やんは、何もかもが規格外の男だったんだ。規格外、か。でも、これまで紹介してくれたドラマの主人公も、みんなすごかったじゃない。毛やんは何がそんなに違ったの？決定的だったのは、この物語がフィクションじゃなかったってことだ。毛やんには、山善っていう本物の大商社を一代で築き上げた、山本武夫さんっていう実在のモデルがいたんだぜ。だから、描かれるデッチ暴行の厳しさも、商売の駆け引きも、戦争の過酷さも、全部に圧倒的なリアリティがあったんだ。実在の人物がモデルだったの。それはすごいわ。視聴者の熱狂も、ただのドラマじゃなかったでしょうね。まさにその通りだ。主演の西郷輝彦さんが演じる毛やんの猛烈な働きっぷりは、高度経済成長期を戦う日本の男たちのバイブルとまで言われたんだ。誰もが毛やんの姿に自分を重ねて、明日への活力をもらっていたんだぜ。3年半も続いたロングランシリーズになったっていうのも頷けるわね。ああ、しかもこのドラマ、作品そのものにもどてらい伝説が残ってるんだ。もともと放送予定だった番組が急遽中止になって、慌てて企画されたのがこのどてらいやつだったんだ。さらに、当時のテレビ局にはテープがほとんど残ってなくて、有志が家庭で録画したテープを提供してくれたおかげで、今また見られるようになったんだぜ。これは、作品の持つ力と、それを残そうとした人々の情熱が起こした奇跡だ。作品の生まれ方も、後世に残った経緯も、全部がどてらいのね。そういうことだ。激動の昭和を駆け抜け、日本中に勇気を与えた男の物語。まさに、花と作品の、そして昭和という時代の集大成といえる不滅の金字塔なんだぜ。総評、まとめ。はあ、すごかったわね。どの作品も、逆境に負けない人間の強さが詰まってて、見てるこっちまで元気が出てきた気がするわ。だろ？これこそが花とドラマの真髄なんだ。共通して描かれていたのは、どんなにどん底に突き落とされても、自分の力と根性で必ず立ち上がる人間の姿だ。本当にそうね。わては負けしまへん、みたいに、一度聞いたら忘れられない力強い言葉がたくさんあったわ。高度経済成長期の日本で、花と先生が描く主人公たちの生き様は、多くの人にとって自分たちの姿そのものだったんだろうな。だからこそ、時代を超える伝説になったんだぜ。なるほどね。まさに明日を生きるための教科書みたいなものだったのかもしれないわね。まさにその通りだぜ。今回の特集はここまでだ。今回の動画を見て、懐かしい気持ちになった方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。みんなからの思い出の作品や感想のコメントも待ってるぜ。それじゃあ、最後まで見てくれてありがとうな。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。